ちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日はコールマン 508A を使う方向けに各部のメンテナンス方法を解説していくのだ。消耗品もリストで掲載するから適時停止して参照してほしいのだ。そもそもポンプとかバルブとか結構複雑な構造してるから大変なんじゃない？そうなのだけどほとんどの箇所は直しやすいのだ。主に原因はシールの劣化によるものなのだ。なるほどね。つなぎ目がダメになっちゃうのね。今回の動画では劣化しやすくてかつメンテナンスの重要性が高いもの4つを紹介するのだ。まずはこの表を見てほしいのだ。1つ目はポンプカップ。使っているうちにスカスカになってしまうのだ。次にチェックバルブなのだ。錆びたりゴミが入ると燃料が逆流してしまうのだ。3つ目が燃料レバーなのだ。付け根から燃料が漏れ出すことがあるのだ。最後にジェネレーターなのだ。燃料レバーが固く動かなくなったり詰まってしまったりするのだ。じゃあ今回も始めましょうか。まずはポンプカップの修理から説明するのだ。構造上ポンピングのたびに少しずつ傷んでいってしまうからダメになっていても仕方ないと思ってほしいのだ。するとどんな症状が出るのかしら？タンクを加圧できないから着火できなくなるのだ。スカスカになるからすぐわかるのだ。重要なパーツなのね。そうなのだけど一番簡単に直せる箇所なのだ。準備してほしいのは1、先の細いペンチ、2、オイル、3、新しいポンプカップなのだ。一緒に交換してみるのだ。まずポンプの分解するところからなのだ。キャップはこのプラスチック部品で留められているのだ。ラジオペンチをキャップのくぼみに合わせて半時計回りに回すのだ。蓋が取れたわね。抜き取るとポンプカップにたどり着くのだ。次はこの留め具を外すのかしら？そうなのだ。それはプッシュオンナットというのだ。隙間をラジオペンチで優しくコジコジして引っかかりを外すのだ。外れたわね。新しいポンプカップを乗せたらさっきの留め具を上からパチッと音がするまで押し込むのだ。これで修理は完了なのだ。あとはちゃんとオイルを塗ってさっきの逆の手順で元に戻すのだ。オッケー。乾いちゃうと隙間から空気が漏れるからオイルで濡らしておくのだ。お次はチェックバルブなのだ。チェックバルブって前回逆流しないための部品って言ってたわね。そうなのだけど弁の役目をしている鋼球が錆びたりゴミが入ると隙間ができて空気が漏れてしまうのだ。わかりやすい症状としてポンピングした後空気の漏れる音が聞こえたりライターを近づけると火がついちゃったりするのだ。これって結構危ない感じかしら？ポンプノブをちゃんと閉めれば止めれるからそこまで大事ではないのだ。それでは外してみるのだ。取り外しには専用の工具を使わないといけないのだ。けど M6 の高ナットでこんな感じの道具を作って外せばよいのだ。作り方は需要があれば説明しようかと思うのだ。道具を差し込んでからインチネジで固定するのだ。そうすると舐めないのだ。ちなみにステムのネジサイズは以下の通りなのだ。固定できたら T 字レンチでナットごと半時計回りに回して外すのだ。取り外したらチェックバルブの中の玉が錆びていないか確かめるのだ。なるほどね。もし錆びていたらどうしたらいいのかしら？塩酸や硫酸、リン酸などで錆を落とすのだ。あとは重曹で中和して必要以上に溶かさないようにするのだ。準備が大変そうね。簡単に手に入るものなの？トイレ掃除のサンコールが塩酸なのだ。わかったわ。チェックバルブはめったに外さない部品だし固着しやすいところでもあるからここにオーリングを追加してもいいのだ。こういったオーリングはモノタロウとかで買うとお得なのだ。次は燃料レバーなのだ。ここから燃料が漏れると引火の危険があるからぜひとも気をつけてチェックしてほしいのだ。それは危ないわね。修理は難しいのかしら？オーリングを交換するだけなんだけど年代によって3タイプに分かれているから少し面倒なのだ。それはちょっと厄介ね。8分の3インチのレンチまたはモンキーレンチを準備してほしいのだ。外側のナットを半時計回りに回して外すのだ。外したら燃料レバーを持って引き抜くのだ。外れたわね。このへこんでいる部分にオーリングが入るのかしら？そうなのだ。古いと硬く劣化して切れてしまうのだ。年代ごとにサイズが違うから説明するのだ。みんなも 508A を持っているなら照らし合わせながら見てほしいのだ。まずは90年代初期のモデルからなのだ。これは小さめのオーリングが1つ使われているのだ。
次は90年代中期のモデル。これは大きめのオーリングを1つつけているのだ。最後に現在のモデル。大きめのオーリングを2つつけているのだ。まとめるとこんな感じなのだ。これを元に買ってもらえればと思うのだ。ちなみに年代ってどこで見るのよ。言い忘れていたのだ。年代はタンクの裏側かタンクの上の部品に書かれているのだ。これだと2007年製9月製造になるのね。最後はジェネレーターについてなのだ。前回燃料を気化するパーツだって言ってたわね。そうなのだ。使うたびに少しずつ炭素が焦げついてくるのだ。なんでそんなものが溜まってくるの？火をつけている時、ジェネレーターはバーナーで高温になっているのだ。タンクから送られてきたガソリンがそこで気化するんだけど、成分の内炭素数の多いものが焦げついてしまうのだ。結果的にジェネレーターや先端のノズルを詰まらせてしまうのだ。火がつかなくなるのは困るわね。だから公式では消耗品だとされているんだけど、そんなことはないのだ。わかったわ。構造を説明するのだ。前回の図と変わって少し細かいわね。外側からジェネレーター本体、コイル、パイプ、クリーニングワイヤーの順に収められているのだ。この内側に焦げ付きがたまるのだ。ほとんど全てのパーツね。では始めるのだ。ブラケットを外してフレアナットを外すのだ。燃料キャップは少し開けておくのだ。フレアナット側のジェネレーターを少し上方向に引っ張ると L 字型の金具が出てくるのだ。それをクリップや先の細いもので押して外してやるのだ。これでジェネレーターが外れたのだ。中のワイヤーを抜いてからガスコンロで炙るのだ。それだけなの？そうなのだ。両端から煙が出なくなるまで弱火で焦げを焼き切るのだ。注意点として両端は絶対に自分に向けないようにするのだ。あと先端のノズル部分はロー付けされているからあんまり火を当てないようにするのだ。抜き取ったワイヤーはどうするの？これも炙るの？紙やすりで削り落としてほしいのだ。火で炙ると焼き生しされちゃって性質が変わってしまうからやってほしくないのだ。そうなのね。危なかったわ。焼いちゃった方のためにワイヤー作って売ってるんだけどね。綺麗になったらワイヤーを戻していくのだ。ジェネレーターの中の小さな穴に通していくのだ。戻りにくかったらペンチで短く持って入れていくと楽なのだ。戻りました。じゃあこのジェネレーターを戻すのだ。ノズルを収めてからレバー側を引っ掛けるのだ。燃料レバーを少し温側にすると取り付けやすいのだ。仮止めしてみてちゃんと引っかかっているか確かめるのだ。大丈夫みたいね。じゃあ本締めするのだ。それでは今日のまとめなのだ。ガソリンストーブはメンテナンスが必要だけど、構造さえ理解しておけば修理するのはたやすいのだ。はじめのうちはどんな道具を揃えればいいのかしら？プラスドライバーとモンキーレンチ、ラジオペンチがあれば十分なのだ。ぜひ簡単なポンプカップから交換してみてほしいのだ。そうね。まずはやってみることが大切ね。それでは皆さん、今日はこの辺りで。またね。